皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日ですね、質問コーナーということで、いただいたね、質問にお答えしていこうと思います。これね、マキネッタに関する質問ですね。NHK の番組の中で来日20年のイタリア語講師の方がモカエキスプレス、ビアレッティですね、でコーヒーを入れるシーンがあり、その方曰く器具は水で洗い流すだけで絶対洗うなと。事実、映像ではバスケットの底は抹茶茶ボイラーの中も蓋の裏も抹茶茶ということで、この茶色くなったのがいいんだと。で風味も良くなるとか言ってましたと。で、洗い流したらダメだと言っていましたが、違うんでしょうかということでね、なるほど。これね、実はマキネッタ質問あるあるなんですけども、イタリアの方ではマキネッタっていうこの道具自体が一家に一台もしくはもう一台以上と言われているね、国民的道具になってるんですよね。で、その使い方自体ももう本当ね、その家それぞれのねやり方がもう千差万別にあるので、一概にもうこれというのは決まってはいないんですよ。ただ一般的にはその向こうのね、今までのそのイタリアの方で飲まれていた方法として、このマキネッタを使った後は基本水洗いだけでこう洗剤とかでは洗わないと。そのコーヒーのね油膜がつくことで、匂いだったり、あとその蓄積されたコーヒーがですね、その家の味になるというふうなね、ことを言われるんですね。なので、そういったイタリアの方、本場の方というのは基本マキネッタというのは洗わないんだよというふうに言っております。ただこれっていうのは、僕のあくまで個人的な意見としまして、イタリアの本場ではね、そういうふうに使われていることが多いという中なんですけども、一応日本人の感覚として、やっぱりその洗わないというのがその衛生的なね、面とかでちょっと抵抗があるという方ね、実は多いんですよ。で、そういったね、ちょっと気になるなという方からよくこの質問をよく受けるんですよね。で、これはぶっちゃけて言うと、イタリアの本場の方ではそういうふうにやってる方が多いというだけで、それをね、日本でもそうしなきゃいけないのかっていうと、そうではないと僕は思っております。それはね、知っていて損はないと思うんですけども、日本には日本のやり方でいいと思うんですよ。で、日本の中って言いましたけども、日本人の中でもね、いろんなやり方があっていいと思うんですよね。イタリアの通り、イタリアで多く知られているやり方の通りやるっていう人もいればいいし、そうじゃない人もいればいいかなというふうに思うんですね。なので、洗いたい人は洗っちゃえばいいと思うんですよ、僕はね。その現地でこう使われてるからこうしなきゃいけないんだっていうことはもう一回ね、それはもう忘れましょう。自分のねコーヒーライフを楽しむために自分なりのやり方でやったらいいと思います。で、続きなんですけども、その後ね、マキネッタで使うコーヒー豆の選び方について知りたいですというふうにいただきました。そうですね、引き方もエスプレッソだから極細引きでないとダメという動画もあれば、極細引きだと詰まるから絶対細引きでないとダメだという動画もあり、真逆の話であり悩みがつきません。結局、中間のね、引き目でやっていますと。とあるね、この方が通われている小売店さんでは極細引きだと言われましたと。実際にその合う豆の話を聞きたいですということですね。なるほど。これもですね、正直言うと正解はないんですね。ただ、一般的な話をしますと、ビアレッティ社が、私がね、聞いた時に言っていたのは、基本マキネッタというのは2気圧ぐらいと言われてるんですね。で、本物のその業務用で使うようなプロが入れるエスプレッソというのは基本9気圧ぐらいが必要で、それでボーンと入れるのでエスプレッソというものができるということなんですね。ただ、イタリアの方でですね、こういった9気圧を出せるいわゆる本物のエスプレッソというものが、歴史を語りますと、100年前ぐらいの時代にですね、そのバールというものは気軽に行けるようなところではなかったと。で、だけど、例えば女性の方とかね、今よりその100年前の話なので、気軽に行けるところではなかったのが、自宅でも美味しいコーヒーが飲みたいということで、マキネッタというものが、ビアレッティがね、アルフォンソさんが、開発したと言われています。なので、家庭用で、美味しい濃厚なコーヒーを入れられる道具というのが正式なものなんですね。なので、正式に言うとエスプレッソではないんですよ。マキネッタで入れるコーヒーって。濃厚なモカコーヒーと言われてますね。似て非なるものではあるのがまず前提と考えまして、じゃあエスプレッソというのは基本的に業務用で入れるものは極細引きを使用するというのが定説になってますね。ただ、マキネッタというのはそこまで圧力が強くないので、一応メーカーさんとしては
極細引きではなくて細引きから中細引きがベストですよというようなことを言っております。この日本名が直火式エスプレッソマシンって言われちゃってるので、やはりね、そのエスプレッソというふうにね、置き換えられちゃうっていうのがあると思うんですよね。なので、エスプレッソイコール極細引きだということで、そういうふうに極細引きだと言ってる方もいらっしゃると思います。もう一つは、モカエキスプレスで、実は極細引きで入れるとクレマが立つよとか、いろんな入れ方を独自でされる方がいるんですね。その動画を作った方が、極細引きでやってる人なのかもしれません。で、一概に嘘とは言えないんですよね。で、その代わりちょっとね、弱点としては、極細引きを使った場合、もしくはタンピングとかをしてしまった場合、圧力に負けてフィルターが破損したりとか、抽出が全然遅くなってしまって雑味がね、すごい出てしまったりとか、っていうことはあるんですね、実際に。さじ加減っていうんですかね。で、うまくクレマができるよといった、そういった楽しみ方をしてる方もいるんですね。で、真逆のことを言ってるって確かにそうなんですけども、これはね、どっちも別に不正解というわけではないんです。ご自分でね、入れ方を研究して、いや、もっと極細の方が実は美味しいんだよっていう方もいるので、それはそれでありだと思います。ただね、そういうのをやる場合は、あくまで自己責任なので、もしね、破損とかあった場合は、ちょっと責任は負えないのでね、そこはね、その実験がてら、この質問をいただいた方も、いつものね、引き目よりちょっと補足してみたらどう変わるのかなっていうのも試しても面白いかもしれないですよね。で、あとね、豆なんですけども、基本的にはやっぱりそのエスプレッソに似た飲み物になるので、深入りの豆が合うと思いますね。浅入りだとちょっと強烈になってしまって、それも好きって方いるかもしれないですけど、あんまり合うのはやっぱり深入りですね。で、結論申し上げます。マキネッタに合うコーヒー豆というのは基本的には細引きから中細引き、極細パウダーは一応 NG です。で、深入りの豆が合っております。一応これが基準と考えて、あとはもうやはりね、こういったマキネッタというのはもう本当アナログな道具なので、自分自身のねお好みに合ったやり方をされるのがいいと思います。はい、ということで質問コーナーですね、今日はこちらで終わりにしたいと思います。また何かね、ありましたらぜひいただけましたら、こういったね機会を設けてやっていければなと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。